皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。さて皆さんお元気でしょうか？はい、私は元気に過ごしています。相変わらず暑いですが、はい、家の中で涼しく過ごしています。はい、今日はですね、台南高尾旅行についてお話ししようと思います。はい、突然なんだっていう感じですけど、実は先月6月に、旦那さんと一緒に台南、そして高尾春かな、はい、に旅行に行ってきました。3泊4日でしたかね。はい、行ってきました。そこで、感じたこと、びっくりしたことなどなど今日はお話ししようと思います。まずですね、6月に行ったからだと思うんですが、とにかく暑い。ね、散々最近日本は暑い暑いと言ってますけども、6月、はい、台南、めっちゃ暑いです。はい。暑いにプラスジメジメで、いわゆる蒸し暑い状態でしたね。はい。もう空港出て、空港は涼しかったんですけど、外に一歩出た瞬間から、うわっていうサウナの暑さ、はい、を感じました。結構ね、この暑さにやられかけてたんですけど、事前にね、調べた時に6月の台湾は暑いと、見てたので、聞いてたので、できるだけ涼しくできるアイテムを持っていきました。扇風機だったり、日傘だったり、あと濡らすとすごく冷たくなる、なんというかタオルみたいなのを買ってですね、私はずっとそれを首に巻いてました。旦那さんにはダッサいダッサいと言われてましたけど、はい、もうダサさよりね、涼しさですよ。はい、快適さを取りまして、はい、首に巻いてました。あとですね、街を歩いてると感じたのが、昔の日本の雰囲気があるんじゃないかなと思って、私も昔の日本って知らないんですけど、こうね、ビデオとか写真で見るような、こうレトロな雰囲気、何年ぐらいなの？90、80年代、70年代ぐらいの日本の雰囲気ですかね、が残っていました。例えば建物もそうですし、駅の雰囲気もそうだし、あと街の雰囲気、こう特に台南の方は大型スーパーとかショッピングモールって見かけなくって、個人の商店だったり個人のこうレストランというか食事ができる場所なんかがたくさんあって、そこを活用する住民の人もたくさんいてね、昔の日本もこんな雰囲気だったのかなというふうに感じました。はい。あと交通の面で言うと、バイクがとにかく多いですね。バイク、原付バイク、モーターバイクというの、はい。あれがかなり多くて、日常生活の足としてバイクを使う人が多いんでしょうね。バスもね、かなり走ってて、快適に、はい、旅行ができましたね。で、交通のつながりで言うと、そのバスとか交通がかなり安かったです。それがびっくりしました。はい。台南から高尾から台南に電車で行って、帰りも電車で行ったんですけど、片道100元、割引で60元ぐらいだった気がしますね。日本円でだいたい今300円とか、300円いかないぐらいかな。それで、はい。かなりの距離を電車で移動することができて、日本に比べるとすごくすごく安かったですね。電車もすごく綺麗でね、快適でしたよ。はい。それで一個びっくりしたというか、
おーって思ったのは、台南の駅で使ってる多分改札が日本の改札と一緒っぽかったんですよね。なんかピッてするところとか音の感じとか機械の見た目とかが、日本に似てましたね。はい。それも面白いところでした。あとはね、私は旅行といえば美味しいものをたくさん食べるのが好きなんですけど、台南カオシュンはね、安くてこう気軽に入れるレストラン、お店がたくさんありました。それがすっごく楽しかったです。レストランっていうと、こう、かしこまったちょっと高級感ある雰囲気をイメージするんですけどね、日本語で。で、なんか屋台っていうとお祭りの雰囲気ですよね。そのなんか屋台とレストランの間の、なんかレトロなローカルなお店がたくさんありました。で、まあ夏だけなのか分かりませんけど、こうお店の前の道にテーブルと椅子を出してこう道の真ん中でご飯を食べるっていう経験もしました。いやー、あれはなんかこうローカルな体験ができた気分ですごく楽しかったですね。まあまた今度のポッドキャストでその食べて美味しかったものをぜひ紹介しようと思うんですけど、もうどこも本当に安くて、すごく全部が安いわけではないんですけど、けど日本に比べると安く、そしてめちゃくちゃ美味しくて、口に合う料理が多かったですね。で、その食堂というのかな、レストランでびっくりしたことのもう一つが、みんなね、ドリンクを他のお店で買って持ち込んでたんですよ。どのお店でもやっていいわけじゃないと思うんですけど、例えばこうタピオカのお店ね、台湾といえばタピオカドリンク、バブルティーかな、バボティーかな、はい、あれが有名ですけど、ああいったドリンク、大きいドリンクを買って、でお店に持ち込んで、そのお店の食事と一緒に飲むっていうのが、なんか地元の人がよくそれをしてるのを見てて、一般的なのかなっていうので、はい、びっくりしました。あとね、あんまりお酒飲まないのかな。ビールありますかって聞いたら、ビールないですってお店が多くって、で、私の旦那さんはビールというかお酒が大好きなので、お店の人にね、ちゃんと尋ねた上でコンビニでドリンクを買って、お酒とかビールを買って持ち込んで、私たちもドリンクを持ち込んで、それを飲みながらご飯を楽しみました。私今韓国語勉強してて、韓国人の先生と一緒に会話練習してるんですけど、その先生が前に台湾でワーキングホリデーで、はい、長期滞在をしてたらしく、その話をすると、台湾の人ってあんまりお酒を飲まないみたいですね。で、学生の時にね、韓国でも日本でもよくこうお酒を飲んでみんなとこう交流するっていう遊び方が多いんですけど、台湾の学生さんたちはお酒飲まずにカードゲームする人が多いらしいです。それもね、遊ぶ文化としてはなかなか違いがありますよね。はい。以上が、はい、台南とカオシュンに行ってこう感じたことだったり、びっくりしたことを、はい、お話しさせていただきました。皆さん、台湾行ったことがありますか？もしくは自分の国以外のね、海外旅行に最近行きましたか？そこでびっくりしたこと、こうカルチャーショックを感じたことってありましたか？ぜひコメントで教えてください。はい。では本日は以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。